はい、まずは超安定しながら超切れる下回転サーブの出し方です。まずトスを上げます。でラケットを引く。でこの時に前腕で引いてください。前腕で引いて当たる瞬間に手首を使うって感じですね。下回転を出す時は少し膝を少し使ってもらうとサーブの打球位置を低くすることができますね。そうすると下回転サーブが低く安定して切れやすい。ちゃんとボールに下回転がギュッと入っているという状態ですね。ラケットをこう前腕で引いてで当たる瞬間に手首を使うっていう感じなんですけど、この時ラケットの角度にも注目してください。ラケットの角度、ボールの真下じゃなくて少し斜め下なのがお分かりいただけるのかなと思います。真下を掴むというよりかは少しだけ面を気持ち起こして下回転を出していることに注目してください。スイングが弱めでも切りやすいのが多くの人が切りやすいのがこれが一番下回転サーブを低くブチ切れで出しやすいです。当たる瞬間は基本的にはラケットの中心ですね。中心で当てた方が切りやすいです。この中心の左端から入ってもらってで右端に向かって一直線にこう抜けるように切ってもらう。要するに真ん中で当たる、結果的に真ん中に当たるような感じになるんですけど、今度は下回転サーブのこの悪い例ですね。切ろうとして安定しない時、これ見てください。これラケットの面がこうえぐっちゃってます。ボールの底をつかみすぎるとこれはちょっと切る感覚でないと難しいです。でしかもラケットのちょっと後ろの方に当たっちゃってる。見てください。この右の端っこですね。右の端っこに当たってしまうと安定して切って出しづらいです。でもう一つダメな例、切れないのはこれ見てください。斜め面、ちょうどラケットが45度の斜めになってサーブを出してる。でしかも棒立ちでしかも姿勢も高い、体側の前傾姿勢を忘れてサーブを出してます。これでやってしまうと上から叩く形になり、よりサーブがかからない、長くなる、打たれる、バウンドも上がる、悪循環ですね。切れません。最初は力抜いておいてで当たる瞬間にパーからグッてする感じですね。この感じだとブチッと切ることができます。当たる瞬間をできる限り低くしていただくっていうのが下回転サーブは非常に大事になります。当たる位置が高いとバウンドが上がります。でうまく利用すると今みたいにただこう右端で今の振りで当てるとナックルが出ます。下回転の振りで見てください。こうやってうまく応用するとほらラケットの右後ろに当てると同じ下回転の切れてるやつって思ってる中にこれ見てください。ナックルですよね。で振り方は下回転の切れたやつだなっていう雰囲気が出る。こうやってうまく右端にただ同じフォームで当てていただくとナックルサーブも出せるということになります。でここから超切れる下回転サーブの出し方です。トスを高くしてもらうと切れやすいです。なぜかっていうと遠心力を使いやすいからです。今1回振ってからスイングします。体に1回振ってでその後2回目のスイングで切る。めっちゃ切れてますよね。ボールすごいスピンで回ってます。この切り方だと凄まじい切れ味でしかも超止まります。安定して下回転が出せる人でしたらもう超切りたいだったらラケットの先端で当たりをするとそうすると遠心力が一番ここ見てください。遠心力が一番いきやすいんですよ。なので見てください。超切れて止まる。今ビタッと止まった切れたやつがね。でしかもラケットの面もう一度見てください。よく見ていただくとラケットの面がさっきは切りやすい面ってことでライト水平面よりか少し角度をこう横にした方がいい、少し斜めにした方が切りやすいよってことだ、安定しやすいよってことだったんですけど、これはちょっと高めにしたらライトほぼもう水平です。見てください。水平、ほらライト水平に近いですよね。だからこれでトスを高めにするとラケットを水平にしても前に飛んでくれるんですよ。これショートトスで水平にすると結構難しいです。正直なところでダメなね。姿勢も高い。前腕一回スイングしてないですね。スイングしてない。そのまま当たっちゃってる。でしかも斜めで当たりに行くと押しちゃうので高いし浮くし切れない。これはダメです。なのでもう一回いきますよ。さあ高めに上げて1回振って
で低いところ膝を落とすんですよ。膝を落として低いところ引く。でこれ見てください、先端に当たる。めっちゃ切れました。前腕プラス手首をフルに使ってもらう。切れる下回転のえぐい戻る下回転のやり方ですね。自然と短くなります。でここからは下回転サーブの出す時によくあるこの悩み、ミスなんですけど、よくある悩み、下回転を切ろうとしてるのに、出そうとしてるのに横回転が混ざっちゃう。どうして横が回ってますよね。でこれはラケットの握りに秘密があります。2本指で掴むと手首で返っちゃうので横になりやすくて、5本指、今みたいに5本で握手するように握った状態で下回転、皆さんやってみてください。そうするとボールの下を面が固定されてちゃんと掴めます。であともう一つのパターンですね。下を切ろうとしてるのに横が入る、力を入れると横に面が曲がっちゃう。だったらギュッと面を見てください。わざと巻き込みみたいに内側、親指を内側に立てて、ボールの今何をしたかっていうと、ラケットのこうですね、親指を立てて巻き込みサーブのようにちょっと内側に面を向けながら下回転を出す。そうするとボールの真下、見てください、綺麗な真下になりましたよね。なので緊張してサーブが出せない、膝を使い方がよくわからないよって方はもう一つおすすめが左足に体重乗せる。でトス上げて、で緊張しながらでも右足に今乗ってます。で当たる瞬間に一気に左、そうすると加速スイング、じゃあスイングもと足も両方乗るので、手がこわばった状態、もうビビってスイング出せなくても体で押してくれるので超切れたサーブになります。なので緊張してサーブが出せない、切れたサーブが出せないっていう方は左右左っていう体重移動で膝を使うっていうよりも左右左っていう体重移動でやると超切れたサーブが低く出せるようになります。手首が使えなくなっても大丈夫です。勝手に左右左で前腕プラス手首が働いてくれます。腕プラス腕のスイングプラス体重も乗るので超切れて低く出せます。だから左右左って超有能なんですよ。下回転はですね、こうやって今みたいに前腕だけで押すと今みたいにかかんないです。で切ろうとして手首だけでやっちゃうと浮いちゃう、使い物にならないです。なので前腕プラス手首っていう両方ですね。ラケットトスを上げた時に前腕で引いてて当たる瞬間に手首を最後ギュッと使う、この感じですね。当たる瞬間に手首をギュッとますね。はい、なのでもう一回いきますよ。で引いて前腕プラス手首ビー、めっちゃ低く切れて、で最後の下回転サーブフォーム合っててもですね、ずーっと同じ速度でスイング取ると切れないんですよ。サーブ出す時にトス上げてフォームは合ってる、正しいのにな。でも当たる瞬間が一定、ずーっと同じ速度でやるとあんま切れない、サーブエース取れない。トスを上げに行く、で力を抜いて、で当たる瞬間に一気にここ速くなりましたよね。速くなった瞬間切れました。だからこれだけでも全然違うんですよ。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。